どうも、こんにちは。デミコでーす。はい。というわけで、今日は何をするかと言いますと、いやね、ちょっと、なんかいいアイディアないかなーなんて思って、ちょっとネットをね、うろうろしてたんですよ。そしたらね、なんかね、モザイク編みでね、面白そうな柄を見つけたので、ちょっとね、今日、それをご紹介しようかなと。いや、これはもうネットに転がってるやつなんで、私が考えたわけじゃないんですけど、ちょっとそれをね、今日はね、やっていこうと思うんですけど、まあ、自分で書きました。はい。自分で書きました。今回は、これ自分で考えたわけじゃないし、ネットに転がっているからっていうことで、編み図をね、ちょっとベロンちょっと出しますけれども、なんかね、こういう、なんかこういう、なんつうの、縄編みみたいな感じのこういう流れのやつね。うん。私ですね、いろいろ自分で考えているときにですね、こういうほら、なんか交差する系のね、こういうやつ、もうちょっと考えてたんですよ。で、それを考えてて、私がやるとね、複雑すぎるんですよ。アホだから。ちょっと複雑すぎて。で、自分的にも、なんでこんな複雑なやつを私は考えてしまうんだと思って、もっとシンプルなのはないかなと、ちょうど思ってたんですね。そしたらこれ見つけたんで、これ面白そうだな。ちょっとやってみよう。なんつってね、それでやろうかなということでございます。はい。というわけで、この絵、撮ってもらっても、写メしてもらっても何でもいいんですけど、ここちょっとずれてます。私の書き方がちょっと間違ったんで、一段ここ消してあって、ここに書いてある数字の方が正しい段数なんですけど、今日はこれでちょっとやっていこうと思いますよ。はい。というわけでご用意するは、はい、いつものこの白いアクリルですね。そしていつものこの、こちらは MT ですけど、はい、MT っつったって、鴨居さんじゃありませんよっていうことでね、はい、いつもの、モンディアルティッシュというメーカーの、これも同じく100%アクリルの糸でね、前使ってたやつですけど、最近はね、白い方がすっかりこっちを使ってますけど、これもでももうね、サイズ的には一緒なんですね。一緒なんですけど、いやもうね、またなくなってきちゃって買いに行かなきゃと思ってて、なんかちょっとほら、いろいろ編んでたじゃない。なんだっけ、ブランケットでなんだ、ちょっとクッションカバーみたいなやつとか、編んでたんでね、だいぶ使っちゃって、またなくなってきちゃったっていうことで、また買いに行かなきゃいけないから、あと2玉ぐらいしかないんじゃないかな。やばいね。そう。ほんで今日はね、ちょっとこんなの敷いてみました。はい。これにはちょっと理由がございまして、はい。ちょっと引いてみたんですけど、見た目がね、ちょっとこれですっきりしたらいいかなと。この机に敷いてるやつを交換すりゃいいんですけど、ちょっと、サクッと、ちょっとこれで、今日はね、隠してやっていこうかなと思います。はい。でもね、これをね、ここにこうやって置いとくとね、こっちにね、ピントが合っちゃうんだよ。そう。だからね、ごめんね。本当に。こういう感じで置かしてもらいます。ちょろっとだけ。じゃないと、ほんとこっちにね、ピント合っちゃって、ね、見づらくなっちゃうから。はい。で、使うは今日は7号のね、こっちの7号の針。ほいと、一応、ちょっと、針をご用意いたしました。そして、ハサミ。こういうさ、私さ、必要なもの紹介ってさ、めったにやらないじゃん。ね。だからさ、準備が悪いってなるんだけど、こういうことも考えながらやらないとダメだよねって。はい。そういうことなんですけど、ちょっとハサミ置いといて、針も置いといて、今んとこ使わないからね。今んとこ使わないから出しとかないんだよね。もういきなり始めちゃうからさ、基本さ。はい。じゃあ行きますよ。はい。今回は、ですね、ちょうどこっちが3つ入るんだね、柄がね。で、下がこう、中途半端なのが4つ、2つと中途半端なのが2つ入る感じで、今回はね、1つの柄が12目。12目でできる柄なんですけど、さあ、じゃあ、何目必要かっていうと1。で、こっちはどこで切れてもいいと思うんで、44でもいいけど45にしましょうか。ね、45。今日は45目でやっていきます。はい。じゃあこの辺でピロン。はい。じゃあ45目、とりあえず、鎖編みをしていきます。はい。1、はい。1、2、3、44、45。はい。45目鎖編みをしてきました。はい。なので、
45目。そして立ち上がりに1目編みますね。はい。1段目は普通に細編みをしていきます。細編みですが、裏目。ね。ここ1つ立ち上がって、こう立ち上がった分だから、その次の目の、2つ目の目の裏山。はい。裏山。ここから拾って、とりあえず全部に細編みを入れていきます。はい。ここから1つ、2つ。しかしこの糸もね、ほんと糸割りが激しいので気をつけて編まないといけないのでね。はい。3つ。はい。じゃあこれで全部この段に細編みをね、1段入れていきます。ほれ。すぐ糸割りすんねや。はい。最後の目まで来ました。最後の目、細編みをしたら、鎖編みをして終了です。はい。で、いつも言いますけれども、これはモザイク編みの平編みです。なので、一段一段、ね、色をね、毎回毎回こうやって、今白入れましたけど、次、まあ、私がいつも使ってるのは青ですから、基本ね。はい。青、白、青、白、青、白と一段ずつ違う色を入れて変えていくんですけど、そのたんびに、まあ、直近直近切るわけです。はい。右から左、右から左、必ず右から左なので、直近直近切ります。はい。で、こうピュッと出して、はい。これで1段目が終了になります。はい。こんな感じですね。はい。じゃあ次、2段目いきます。一番最初の目、ここの目は普通に細編みを取るように2本拾って細編みを入れていきます。はい。で、とりあえず、こう入れてね。で、私は端っこ、ちょっと、この端っこをね、ここにピュッと、このまま編むと、こっちが内側にこうやって、こう、入ってしまう状態になるので、まあ、それを避けるべく、私はここで一緒に引き抜いて、糸端を右側の方にこう流すようにね、こちらの方に出しておきます。はい。はい、こんな感じですね。はい。これで始めていきます。で、糸を引き出したので、ここで一つ細編みをします。一目目ね。これは全部一緒です。白だろうが青だろうが必ず端っこは細編み。ちなみに、こっち側の端っこ、最後の一目も必ず細編みです。はい。で、最初何をするか。はい。モザイク編みの基本ですね。モザイク編みは基本細編みといったら筋編みになります。はい。基本。で、端っこだけ普通の細編みと言ったので、端っこだけは細編み。普通の細編み。それ以外は全部筋編みになります。で、どうやってやっていくかと言いますと、ここ白、一番下、1段目。何も入ってません。2段目。紫の印になってますけど、便宜上青とさせていただきます。はい。で、青をダーッと入れていくんですけど、こちら、その前に、なんだこのバッテンマークってなりますよね。はい。このバッテンマークは、ここでモザイク編み、いわゆるモザイク編みっていうやつの、作業をするわけですね。長編みで下に下ろすんです。だけど、2段目はそれがありません。バッテンがありません。なので、ひたすら筋編み、細編みの筋編みで青を入れていきます。で、白いとこどうなってんのって話なんですけど、白いところは、この上から来るバッテン。ね、バッテンでこうやって上から被ってくるっていう印なので、とにかくその段を編むときはバッテンがあるかないかだけのお話でございます。編み進めていくときに色は見ません。バッテンがあるかどうか。これはもう編み上がった後の絵なんで、編むときには青か白かは関係ないんです。青を入れていくときはひたすら青ですから、白とか見ても何も考えなくていいんです。次の段も白になってますね。白になってるけど、こうやって紫が落ちてきてる。全部これ上から被ってるやつです。なので、この段は、色は気にしなくて、白でひたすら編めばいいんです。ただ、バッテンのところを下に下ろす。それだけでございます。はい。なので、この段、バッテンございません。2段目。はい。なので、ひたすら細編みの、筋編みで1段編んできます。この段はそれだけです。はい。ちょっと、糸出しとかないと。糸いっぱい出しといて。はい。はい。なので、この段ひたすらとりあえず細編みをしていきます。
はい。一段細編みをしてきました。筋編みでね。はい。で、最後の目は普通にね、普通に細編み。なので、2本拾いますね。ここ普通に入れて細編みをします。で、細編みをしたらちょっとキュッと引っ張ってね。はい。ちょっと締める感じで。はい。で、鎖編みで出して直近です。はい。これで2段目が編めました。こんな感じでね。はい。ちょっとずらしておきます。はい。こんな感じで2段目編めました。ここまでは何にもしなくていいわけですね。はい。次から、さっき見ていただいたようにバッテンが入ってるところで長編みを下ろしていきます。で、最初見ると、最初は細編みするとこですね。ここがね、普通に細編みするところ。で、次、いきなり下ろす。で、1、2、3、4、5と何もないので、何もないところは筋編みです。細編みの筋編み。で、バッテンを1つで長編みを下ろす。で、間、1、2、3、4、5。何もないので、細編み。そしてバッテンを下ろして、また5。バッテンを下ろして5個筋編み。という感じなので、まあ、5個置きっていうんですかね、こういうのね。5個置き。うん。間、5個なので、何これって。5個置きっていうの、こういうの5個置き、6個置き。よくわかんないんだけど。はい。なので、まず最初は、細編み、普通の細編みをするので、2本すくうように普通に入れます。で、入れて、で、端っこは、もちろん、こうやって引っ掛けて、引き抜きます。はい。で、抜いたら必ずここ細編みですね。最初の目は細編みなので1目必ず入れます。そしたら、ここ、バッテン、いきなり降りるんです。で、間5個。はい。なので、ここでまず1つ、長編みをします。で、長編みするところは、最初の段の次、2段目、筋編みしてるので、筋編みしてるところの筋、白い筋ですね。はい。モザイク編みをするときは、下ろすときには白で編んでるときは前々段の白のところ、青で編むときは前々段の青の筋のところに下ろして長編みを入れていきます。で、この時に隣行くとき気をつけなきゃいけないのは、まず長編み拾うのももちろんまっすぐ下2目目。ね、ここが1目目、ここは2目目なのでちゃんと2目目に降りるように。で、次、2目目の後ろ、ここは拾っちゃいけないので、その隣から数えて5つ細編みをしますね。1、2、3、4、5。で、そしたらまた同じように下ろします。間違えて隣、両脇行かないように、筋の部分に長編みを下ろします。はい。ね、ここ数えて1、2、3、4、5と間5つあればいいわけです。はい。で、またここで細編みを5つ入れていきます。2、3、4、5。はい。で、そしたら、隣にまた長編みを下ろします。はい。この段は、まあ、すべてこんな感じで、5目細編みをしたら、長編みを1つ入れる。そんな感じですね。はい。5目。5目細編みをしたら、長編みを下ろします。はい。5目細編みを入れたら、長編みを下ろします。こんな感じでこの1段入れていきます。はい。はい。最後のとこ来ました。5目編んだら1つ長編みで下ろします。で、長編みで下ろした先、おい、引っ掛けちって。引っ掛けちって。はい。長編みで下ろしたお隣が最後の細編み。ちょうどね、そうなってんだよね。うん、そう。はい。なので、ここは普通に細編みを編みます。はい。細編みを普通に編んだらちょいと引っ張って、はい。で、鎖編みをして直近。はい。こんな感じになります。3段目入れるとこんな感じになります。こういう感じでモザイク編みっていうのはできてます。基本的には、
その段で柄を作るのではなく、次の段で柄を作っていくっていう感じですね。なので、基本、なんつったらいいの？編んでる途中はわけわかんないです、柄が。みたいなそういう感じになりがち。はい。なので次4段目。4段目の場合は、まず最初細編みをして、次も細編みです。バッテンないんで。ここでバッテンが出てきます。バッテン、細編み、バッテン、細編み、バッテン。細編み、細編み、細編み、バッテン。細編み、細編み、細編み。で、ここでまたバッテン、細編み、バッテン、細編み、バッテン。細編み、細編み、細編み。こんな感じですね。はい。じゃあ、その順序で入れていこうと思います。はい。端っこは普通に細編み。はい、細編みです。一つ細編みを入れて、で、そしたら、はい、そしたら、まず一つ細編みを入れます。細編みです。はい。当然なんです、細編みね。この長編みの上は必ず細編みが入ります。はい。すぐの上ですよ。白の次の白はもしかしたら長編みかもしれないけど、とりあえずすぐ後の違う色の場合は必ず長編みの上は細編みですね。はい。で、ここで一つ下ろします。長編み。で、細編み。長編み。細編み。で、長編み。はい、こんな感じになりました。そしたら、1、2、3と細編みを入れて、また長編みを入れます。おい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 。はい、長編みです。真ん中のとこですね、ここはね。で、そしたらまた3つ細編みを入れて、で、今度はまた長編み、細編み、長編み、細編み、長編み。はい。で、また3つ細編みを入れます。そしたら真ん中に長編み、そしてまた3つ細編み。はい。どんな感じか見てみますか？はい。見ていただくとわかると思うんですけど、こういう感じで3連チャンで入れるのと、逆さ T 字ね、になるのと、交互に入ってる。このパターンがわかれば、もう、この編み図は見なくてもわかりますね。はい。というわけで、ここは長編み、細編み、長編み、細編み、長編み。はい。細編み、細編み、細編み、長編み。この細編みとか長編みとかっていうやつがさ、眠くなる原因だよね、きっと。ねえ。眠くなったらすいません、本当に。はい。まあ、でもなんだ、睡眠動画でもまあ、いいかな。うん。それでもいいかっていうね。はい。はい。これで端っこまで来ました。で、長編みの上、ね、細編み、筋編みですよ。私が細編みって言った時は基本筋編みです。で、最後のとこだけ普通の細編み。普通の細編みする時は普通の細編みって言います。何も言わない時は筋編みですから。はい。で、最後、一つ鎖編みをして、ちょん切る。はい。こんな感じになりました。ね。まあ、なんとなく柄が、まあ、あるけど、でもなんのこっちゃっていうね、感じですから。まあ、一段一段ね、はい。柄が入ってきますんで。はい、次です。ここ、また最初の目に針を入れます。次、5段目。とりあえず先に入れてしまいます。はい。さあ、じゃあ5段目はどうなってるでしょうか。はい、5段目。ここですね。ここ。見ていくと、あら、ない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 。ずーっとないないない。ずーっとないですね。で、ここで見てもらうと、ぴょこぴょこっと2つ連チャンで、バッテン、細編み、バッテンっていうのがあります。これがどういうところかというと、
この T 字の逆になってるところの両脇ですね。で、その間ずっとやっぱりなくって、ね、全然ない。なくて。で、また T の脇っちょ。これだけです。なので、ここは簡単です。はい。最初、細編みを必ず入れて、最初は、じゃあ、ここからずっと細編みで、筋編みを入れていきます。筋編みで細編みを入れていきます。どっちだどっちが正しいんだ日本語として。まあ、どっちでもいいんですけど。はい。で、とりあえずずっと進めていって、この逆さ T の手前まで来ました。はい。ここですね。ここ。今回は、こう来てるところの両脇に、こう下ろしてるところがバッテンバッテンが両脇にあるので、ここのとこの両脇に白いのをね、長編みで下ろしてあげます。脇んちょです。はい。そしたら、長編みの上は細編み。で、その脇にまた一つ下ろす。この段はこれだけです。はい。なので、どんどんやっていきます。はい。1、2、3。はい。最後の方に来ました。8、9。ここまで細編み。最後は、ずっと細編みですね。バッテン入らないでずっと細編みです。×がないんで。はい。映ってんかな。はい。ちょっとこうしようか。はい。ここですね。ここの場所。ずっと細編みになりますね。はい。なので最後、普通に筋編みで細編みを入れて、最後は普通に細編みを一つ入れて、終了。はい。はい。こんな感じになりました。まだよくわからない。よくわかんないね。はい。次。どんどんいきます。次何段目 ?6 段目 ?6 段目かなはい。6段目ですね。入れて、とりあえず引き抜いて、よっと。はい。で、ちょっと右側に出しといて、はい。ちょっと細編みも入れちゃいますね。最初の一目の細編み入れちゃいます。忘れないように。時々忘れるんでね。はい。6段目。6段目は、最初、細編みです。で、バッテンあるので、下ろします。で、1、2、3と細編みをして、バッテンがあるので、下ろして、バッテンがあるので、下ろして。で、1、2、3細編み。で、ここの段は、これ最初のとこだからね、ちょん切れてるからね、あれだけど、基本的なやつは、1、2、ね、バッテン、細編み、バッテン。で、細編み、細編み。バッテン、細編み、バッテン。これの繰り返しですね。だからね、柄を見ていただくとわかると思うんですけど、ね、これが繰り返されています。はい。で、これとこれの間に細編みが3つというお話でございますね。はい。なので、とりあえず、最初はこの絵の通りにすればいいんだから、はい、細編みですよ。細編みをして、次は長編み。で、模様1つ2つ編むとね、とりあえずこれ12で1つの模様だから、12目編んだらどんなパターンか大体わかると思います。はい。で、次。細編みが3つ。はい。3つ。そしたら、長編み。細編み。長編みですね。はい。で、そしたら、細編みが3つです。1、2、3。はい。で、次。長編み。細編み。長編み。で、細編みが3つ。そしてまた、長編み。細編み。長編み。はい。ちょっと見てみましょう。はい。こういう感じです、模様は。わかりますね。これでどこに入れたらいいのか。つまり、下ここ、四角が2つ並んでるところ、こっち見た方がわかるね。下2つ並んでるところの、こっち側にまた四角をこう入れてあげる感じ。そんな感じです。で、この T の上は何もないので素通りしていく。こうやってね、少し進んでパッと見たら、あとはもう数える必要もなく柄を見ながら編み進めていけるので、そうすると、ここは細編み。はい。細編みを3つ入れます。細編みを3つ入れたら、
はい。柄がこうなっているので、こことこことこことここに入れてあげる。はい。なので、長編みをまず一つここに入れます。で、次は細編み。そして、またここで長編み。はい。で、間3つ細編みを入れます。そしたらまたここで長編み、細編み、長編み。これの繰り返しになります。じゃあこの段をあともうちょっと終わりにしていきます。はい。で、最後ここ下ろして、で、一つここに細編みを入れて、で、最後の細編みを入れます。最後の普通の細編みね。普通の細編みを入れて、で、引き抜いて、直近。はい。これで何段目 ?6 段目終了。はい。次7段目ですね。今のところ、柄的にはこんな感じになってます。なんとなく柄が見えてまいりました。はい。でもまだですよ。全然。まだまだでございます。はい。全然まだまだ。はい。じゃあ次7段目いきます。はい。で、細編み1つ入れて、はい。じゃあ7段目がどうなってるかっていうと、7段目の場合は、今ここ編んだところ。で、細編み、細編み、長編み、細編み、長編み。細編み、細編み、細編み、長編み。で、ここが細編みが5つかな。1、2、3、4、5。はい。で、また長編み、長編み。こんな感じで進んでいきます。ちょっとほんのり変則的ですが、じゃあどんな柄になってるのかっていうのを入れながら確認していこうかなっていう話ですね。はい。とりあえず細編みが2つ。はい。細編みを2つ入れたら、1つ下ろします。長編みで。はい。で、真ん中に細編みを1つ入れます。はい。で、もう1つ長編みをこっちに入れます。で、ここで細編みを3ついくつ確認してなかった。3つですね。はい。1、2、3と入れます。3入れたら、ここで入れていいんかい？はい。いいんですね。はい。ここで1つ長編みが入りますね。はい。そしたら、また、細編みを1、2、3、4、5と5つ入れます。5つ入れたら、ここで1つ下ろします。はい。で、ここに1つ細編みを入れます。そしてまたここで長編みを入れます。そしたらまた今度3つ。1、2、3。はい。3つ細編みを入れたら1つ長編みを下ろします。はい。で、どんな感じになってるのかっていうのを確認しようっていう話ですね。はい。今回は、ここの四角がポポポポって4つある中の中心に白い四角を入れてあげる感じ。そして、こうやってどっちおう、とつ、おう、とつ、おう、どっちでこぼこのでこの方、ぼこの方、どちらかわかりません。はい。の右側に白いのを下ろしてあげる感じですね。はい。どっちなんかさ、ああいうさ、字っていうのはさ、パッと見た時読めたりするけど、じゃあどっちが順番でどう書いてんのって言った時にさ、どっちがデコでどっちがボコだかちょっとわかんないね。まあそんな話はどうでもいいね。はい、すいません、すいません。はい。今回はこんな感じでやっていきます。なので次どうするかっていうと、次は5つ細編みをします。1、2、3、4、5。はい。で、ここで1つ長編みを下ろします。で、1つ細編み、そして1つ長編み。で、次は3つ細編みを入れます。1、2、
3ですね。はい。で、次1つ長編みを入れます。はい。こんな感じです。はい。じゃあ、この段をこれで終わりにしていこうと思います。1、2、はい。で、最後の普通の細編みですね。はい。で、直近。これなんだ？これ何段目？ 7 段目。はい、8段目。そういえばね、私思い出した。私もね、これね、撮ってる時ってね、結構眠くなるんだよ、実は。そういえば。そういえばそうだった。このね、このパターンの動画撮ってる時ってね、眠くなるんだよ、結構。いつもよりもゆっくり編むじゃない？みんなに分かりやすいようにと思ってさ。それで眠くてしょうがないんだよね。うん。眠くなるね、やっぱりね。自分でも眠くなってたわ。はい。端っこ細編みを入れます。8段目です。はい。で、8段目はどうなってるかっていうと、ここ、今編んだところ、そして細編み、細編み、細編みでバッテン。で、細編みが5つでバッテン、細編み、バッテン。で、3つ細編みでバッテン。はい。どんな感じなのか見ていきましょう。はい。まずは3つ細編みを入れます。1、2、3。はい。で、これで真ん中に1つ長編みを入れます。はい。で、次は3つ、5つですね。はい。5つ。1、2、3、4、5。はい。で、ここで長編みを1つ入れて、細編みを1つ入れて、で、長編みをまた入れます。はい。そしたら、ここで3つ細編みを入れます。そして長編み。はい。余計なの拾わないようにね。はい。長編み。はい。で、また5つ細編みを入れます。とりあえず見てみましょう。はい。こういう感じですね。入れる箇所は、パターンのうちの3箇所ですね。長編みを入れるのはね。ここの四角になってるとこ中心。ここ。そしてここのピコーンって飛び出してる時に、ところに一つ四角を入れてあげる感じ。なので、はい、おさらいです。はい。まずここに長編みを一つ入れます。はい。ぴょこんと飛び出てるところだから、ここ四角になるように、細編みを一つ、長編みをまた入れて、ここに小さい四角を作ってあげる。そしたら、3つ細編みを入れます。そして真ん中に1つ長編みを下ろします。はい。そしたら、あとはまた青いのが出てくるまで進めばいいんですね。横線のね。はい。はい。で、ここが出てきました。ここでまた下ろす。繰り返しですね。はい。じゃあ、これでここの段を終わりにしていこうと思います。はい。ここで下ろして、3。はい。最後まで来ました。最後の細編みを入れたら、ここの本当の細編みじゃないや。普通の細編み。本当の細編みってなんだ？はい。普通の細編みを入れてあげます。最後ね。はい。直近。これで、これ何段目？ 8 段目。はい。8段目が終わりました。はい。全部同じように入ってますね。はい。こんな感じです。ちょっとずつできてきましたよ。まあ、できてこなきゃ困るよねっていう話でね。うん。はい。9段目。9段目入れます。はい。9段目です。
細編みを忘れずに必ず入れて、はい、9段目見ていきます。まず、いきなり最初に下ろします。はい。で、1、2、3、4、5、下ろして、1、2、3、4、5、下ろして、1、2、3、4、5、下ろして。なので、どうやっていくかと言いますと、ここは9段目になるので、今1個編んだでしょ。で、そうしたら、ここで、いきなり下ろすんだわね。はい。いきなり1つ長編みを下ろします。はい。で、そしたら、1、2、5個ね。5個。2、3、4。はい。5目細編みを編みます。そしたら1つ下ろします。はい。で、次もまた5つ細編みをします。1、2、3、4、5。はい。5目細編みをしたところで、長編みを下ろします。はい。で、また細編みを5目編んでいきます。2、3、4、5。はい。で、ここでまた長編みを下ろします。これの繰り返しです。5目細編みをしたら1つ長編み。こんな感じでこの段はいきます。はい。じゃあ、ここから5つ細編みを入れて、長編みを入れるの繰り返しをやっていきます。はい。最後の長編みを、ここはね、下ろせるところなので、下ろしたら、一番最後の普通の細編みを入れて、終了。はい。これで9段目が終了しました。次、10段目を入れていきます。10段目入れたらね、この十字が出てくるんでね、おーって、ちょっと、柄らしくなるんじゃない？少しは。少しは。ね。はい。じゃあ、これで10段目入れていきます。じゃあ、ここで1つ入れて、はい。で、どこに行くか。はい。細編みをまず何個かな？ 1、2、3、3つですね。細編みを3つしたら、縦に下ろしますね。長編みをね。で、ここでクロスができると。はい。で、そしたら、次は3つ。はい。3つ細編みをします。2、3。で、縦に長編みを1つ。そして細編み1つ。長編み1つ。はい。これが今回やることです。はい。クロスと、ここにこうミヨーンって伸びてくるやつのもう一個四角を作ってあげる。で、ここはずっと細編みをしてって、また中心真ん中に下ろす。これの繰り返しです。はい。この間5個ですね。5つ細編みを入れます。1、2、3、4、5。はい。細編みを5つ入れました。そしたらここに来るので、これをクロスにするために、ここに長編みを下ろします。はい。で、ちょっとね、ちょっと引っ張りすぎた。ちょっとキュッキュッと。はい。で、1、2、3個。3個です。1、2、3個編んだら、長編み、細編み、長編みです。はい。こんな感じでね、ほら、柄っぽくなってきた。よし。こんな感じでちょっとこの段を終わりにしていきます。はい、最後。最後は、普通の細編み入れて、はい、これで終了。
はい、こんな感じで、プラス、はい、入ってきましたよ。はい、次の段いきます。次の段、11段目。11段目です。まず、糸を入れます。はい。で、細編み。はい。じゃあ、11段目です。11段目はどうするかっていうと、ここ1つ編みましたね、すでにね。で、2つ細編みをした後に、長編み、細編み、長編み。このクロスの上の部分の両脇をこう囲ってあげる感じですね。で、そしたらまた1、2、3、4、5と細編みをして、長編みを1つ下ろす。で、また3つ細編みをして、ここを囲う、はい、囲う感じ。はい。これの繰り返しになります。なので、どうするかっていうと、はい。細編みを2つ入れます。で、長編みを下ろして、はい。で、また細編み。で、長編み。はい。こんな感じで、クロスになるように、ここを上の部分を囲います。で、そしたら、5つ細編みをします。1、2、3、4、5。はい。で、ここに来たら、今度1つ長編みを下ろします。はい。で、次は、細編みを3つですね。はい。1、2、3。はい。細編みを3つ入れたら、またこのクロスのところ、ここのところを囲うように長編みを2箇所入れてあげる。はい。まず、こっちサイドに入れてあげて、細編み。で、こちらにも長編みを入れます。はい。こんな感じで囲ってあげます。はい。で、また1、2、3、4、5。編んだら下ろすと。はい。これの繰り返し。はい。こんな感じですね。あ、できてきたよ。できてきた。はい。ちょっと。はい。クロスが浮いてきました。こんな感じでこの段を終わりにしていきます。で、一番最後は普通の細編み。で、引き抜いて、直近。はい。はい。11段目が編めました。だいぶ形になってきましたよ。はい。12段目いきます。はい。12段目。はい。で、これで細編みを1つ編みます。さあ、12段目はどうなってる？ 12 段目、まず1つ細編みをしたら、下ろして、細編みが3つ、そしてバッテン、細編み、バッテン。で、また細編みが3つで、バッテン、細編み、バッテン。で、細編みが3つで、バッテン、細編み、バッテン。そして細編みが3つ。これもね、パターンがね、わかりやすいですね。はい。最初は細編み。で、バッテン。とりあえずバッテン。バッテンで長編み。そしたら次の3つは細編みでいきます。1、2、3。はい。で、次。長編み1つ。細編み1つ。長編み1つ入れます。はい。そしたら、今度は細編みを3つです。これの繰り返しです。何？繰り返し？そう。長編み、細編み、長編みの細編み、細編み、細編み。これを繰り返すんですね。はい。長編み1つ。
細編み1つ、長編み1つ、そして細編みを3つ。はい、この段はこれの繰り返しです。柄はね、違うところにこう入りますけど、やってることはたった6目のやつのパターンの繰り返しですね。はい。はい、最後は長編みをして、もう一個細編みだね。細編みを一つ筋編みで入れて、最後の細編み、本物の細編み。違うっちの。普通の細編み。はい。入れて、直近。はい。これで12段目が終了かな。はい。12段目ができました。12、13、14ぐらいまでいったら、あれかな。柄が。どこだろう。14、15段目かな。15段目までいったらパキッと出るかな。柄がね。多分。はい。じゃあ次。13段目。13段目いきます。13段目はどうなってんかいな。13段目。はい。13段目、見ていきましょう。画面に入ってるのかなね。入ってるよね。はい。13段目。入ってる。入ってる。はい。13段目、今、の細編みはここ。はい。で、1、2、3、4、5、6、7、8。とりあえず8個。で、バッテン、細編みバッテン。で、またずーっといってバッテン、細編みバッテン。この間は9個ですね。この間は9個。はい。こんな感じになってございます。はい。パッと見て、どこかいなっていうのをね、ちょっと確認をして、あ、そう、みたいなね。どこそこはいはい、わかりました。はい。こうやってね、ちょっと確認をしたら、はい。やっていきます。とりあえず8個ですね、ここからはね。はい。8個、細編みをします。2、3、4、5、6。おっと、割れた。7、8。はい。どこで下ろすか、まず一つ。にゃん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 と上がってきてるとこね。この白いクロスの右側にゃんにゃんにゃんって上がってるところ。この端っこに一つ下ろしてあげますね。はい。一つここに下ろしてあげます。はい。で、そしたら、細編みを一つ。で、また一つ下ろしてあげます。ここに。白を。はい。こんな感じです。そしたら、9つ細編み。これの繰り返しですね。長編み、細編み、長編み。それだけです。あとは、その長編み、細編み、長編みの間、9目を細編みしてあげるだけでございます。はい。ここまで来ました。はい。ここですね。ここに、長編みを1つ。細編みを1つ。そして、長編みを1つ。はい。間は細編みが9つでございます。じゃあこの段これで終わりにしていきます。はい、最後は細編みを、8つ入れたら最後の一番最後の普通の細編みを入れて終了。はい。はい、これが13段目でした。はい。柄になってきたね。なってきた。ちょっと面白くない柄。ね、いい感じになってきたね。はい。次、14段目。はい。14段目、15段目までいったら、一つ柄できるわ。ね。15段目までいこうね、じゃあね。はい。これ14段目。はい。14段目入れます。どうなっていくかな ?14 段目。はい。14段目は、最初、細編み。そして長編み、細編み、長編み、細編み、長編み。そしたら、細編みを7つ。そしてまた、長編み、細編み、長編み、細編み、長編み。はい。こんな感じですね。ここに細編みを入れます。そしたら、ここから、長編み、細編み、長編み、細編み。間違えた。間違えた。長編み、こっちです。細編み、
長編み。はい。ここのね、2つの四角を作ってあげます。で、そしたら、7つ細編みをします。1、2、3、4、5、6、7。はい。で、そしたら、またここに長編みを1つ下ろします。長編み。はい。で、細編み、長編み、細編み、長編み。はい。そして、また、細編みを7つ入れます。1、2、3、4、5、6、7。はい。こんな感じですね。はい。こんな感じでこの段はやっていこうと思います。はい。入れていきます。はい。で、最後。細編みを1つ入れたら、最後の普通の細編みを入れて終了です。はい。直近。次、15段目。これを入れたら、柄が一周中か完全に見えてくると思います。はい。15段目。はい。で、細編みを1つ入れます。はい。15段目はどうなってんかいな。はい。いきなり下ろしますね。1つね。で、1、2、3、4、5。うん。で、また1つ下ろして、1、2、3、4、5。うん。なんか見た気がする。そりゃそうだ。どっかでやってるぞ、これっていう話ですね。どっかでやってんだっけかなみたいなね。うん。はい。こんな感じです。15段目は。はい。なので、いきなり1つ下ろします。長編みです。長編みを1つしたら、5つ細編みをします。1、2、3、4、5。はい。そしたらここで1つ下ろします。はい。で、ここで5つ細編みをします。はい。細編みが5、長編みが1。これの繰り返しです。はい。じゃあちょっとこの段、ちゃちゃっと編んでいこうと思います。5。はい。で、ここに1つ長編みを下ろす。はい。で、最後の細編みをして終了。最後の普通の細編みね。はい。どんな感じか見てみましょう。はい。柄がこれで1つ完璧にできたと思います。はい。こんな感じですね。こちらの柄がこう来て、こう来て、こう来てっていう感じ。で、真ん中にクロスがある。ね。こういう感じの柄になります。で、次の段からはもうやってることは、ここ今1段、ここ入ってますね。これがこの部分になります。これがビュンとずれてるだけなので、基本やることは同じなので、ここでは繰り返しませんけれども、まあこのね、編み図があれば、まあわかると思いますのでね、これ、はい、わかると思いますので、はい。これでね、繰り返していただければ。で、注意点なんですけれども、ここ T にしてますよね、ここと、ここ。これは、この27段を編む上での柄になってるので、こうなるんですが、この柄をこう繰り返し編むときには、ここは T じゃなくて、ここね、こう来て、ここポッチあるでしょ？ここがね、ポッチになるんですよ。この部分。ここがポッチになる。で、ここ、なんていうの？ここの部分がなくて、ここがポッチになってバーっつって。で、ここがまたこういう四角が2つ、ここの一番下の部分がね、ここにまた来る感じになるので、続きで編む場合には、ここ T にしないでもらえればいいかなっていう感じですね。T にしないで、ここポッチにして、ここポッチですね。なので、この真ん中のここの紫の部分が、青い部分がなくなって、
24段をね、繰り返しやる場合はこう言ったらいいね。24段を、ここの段ですね。ここの段。12段。12段目と同じような感じでやっていってもらえばいいかなと思います。繰り返しやる場合はこの柄を。で、最終的には終わる時に T を入れてもらえばこの柄がブスッと終わります。で、別に T にしなくたって点だっていいんですけどね。点と棒でいいんですけども、ここも棒と点だけでもいいんですけど、でも、まあ私はちょっとこれを27段で仕上げるためにこうしました。はい。なので、どんどん続けていくときは、この24段目。24段目は、ここの12段目。ポッチのあるね、ここですね。ポッチがここ。ここの一番根元のとこ、根元っていうのここ。ここに行きますので、24段目は、12段目と同じようにしてもらえればいいかなと思います。ということですね。じゃあ、ちょっとこれ仕上げていきますね。この柄の分、ちょっと、ちょっと仕上げていこうと思います。はい。次は何段目？何段目？ 16段目だわ。はい、16段目。はい、終わりました。クリンとなってますが、まあ、これは仕様でございます。はい。さあ、こんな感じで編み上がりました。最後の段は、こちらの最後のこのね、下ろす段。27段目を入れた後に、28段目を、さらに、細編みのね、筋編みで足してます。はい。で、こんな感じになりました。はい。いかがでしょうか皆様。編めましたでしょうか？はい。面白いね、やっぱりね。こういう柄。ちょっとこうねじれの入ったような感じで。ね。こういった柄もまた、ちょっと、波みたいでね、面白いね。はい。というわけでまた面白い柄見つけたり、自分で考え出した柄が、お出しできるようなものがね、いや、いろいろ考えてるんですけどね。まあ、お出しできるような柄ができたら、またパターンをやっていきたいと思います。というわけで、本日はここまでご覧いただきまして、どうもありがとうございました。はい。また次の動画ですぐにお会いしましょう。ということで本日はここまで。さよなら。そういや最近おまけないね。おまけ動画なんか撮らないといけないね。そう思ってます。はい。いや、まあ今回はちょっと真面目な感じで、おしゃべりも少なめでっていう感じでしたから、ライブやった後に撮ってんす。はい。ライブをやった後に撮ったんでね、ちょっとね、ちょっと言葉少なめ。まあ別に疲れたってわけじゃないんですけど、疲れたってわけじゃない。まあでも、はい。おまけまたつけられるようにね、いろいろちょっと細々した動画もね、撮っておきたいと思います。いやね、お菓子もね、ないんだわ。ね、今ないの。つうのはさ、今ね、ほら、家人がね、仕事で、ね、行ってるでしょ、イベント。ね、イベント行ってて、またお菓子持って帰ってくるから、ね、また変なお菓子があったら、ご紹介したいと思いますよ。はい。というわけでございます。じゃあね。バイバイ。